軽妙で明るく朗らか、18世紀初頭の音楽の中で最も親しまれている一曲です。数々の映画やテレビ CM で使われてきました。どんな曲でどうしてこんな作品になったのでしょうか。これはイタリアの作曲家アントニオ・ビバルディによる四季の中から春の冒頭部分です。四季は耳に心地よく響きます。しかし語るべきストーリーがあることに注目しましょう。1725年にアムステルダムで発表された時は四季の特徴を表した詩が添えられていました。ビバルディはこれらの詩を音楽的に捉えようとしたのです。器楽曲のために特定の筋書きを設定した点でビバルディは時代を先行していたのです。音楽を聴きながら詩を読めば詩から思い浮かぶ光景が音楽のイメージと見事にシンクロします。鳥は幸せに歌いながら春を迎えると言われていますが、まさにその通り。しかしすぐに激しい雷鳴が轟きます。雷鳴や稲妻だけではなく、そこには鳥もいて、雨に濡れて怯え悲しげです。夏ではコキジバトがイタリア語でトルトレッラと自分の名を歌い、その後に雹の嵐が畑をなぎ倒します。秋では勇ましい狩人たちが獲物を追いかけます。冬の競争曲は寒さで歯がガチガチとなる様子に始まり、パチパチとはぜる火の前に暖を求めます。そして再び嵐のシーンでは氷の上を滑って転倒することでしょう。冬の始まりから数週間で年が暮れてゆきますが、ビバルディの四季でもそれはまた同様です。このような表現豊かな器楽、いわゆる表題音楽が人気を博すようになるのは19世紀初頭になってからです。その頃までには木管楽器、金管楽器や打楽器を使った大規模で多様な変奏で物語を表現するのが定番になりましたが、ビバルディは独奏バイオリンと弦楽器、ハープシコードしか使いませんでした。同時代のバッハとは異なり、ビバルディは複雑な風雅にはさして興味を示していません。彼は前に聞いた馴染みのあるメロディーが曲の後半で再び現れるという聞き手にもっと親しみやすい楽しさを提供する方を好みました。ですから春の競争曲で第一楽章は春のテーマで始まり、それが少し変奏されたテーマで終わります。この手法に聞き手もビバルディ自身も引きつけられていました。18世紀初頭のバイオリニストの中でも影響力があった彼は、聞き手を引きつける大切さを心得ていたのです。自らメインバイオリニストとしてコンサートで演奏したり、ピエタの若手音楽家を起用しました。ピエタはビバルディが音楽監督を務めたベネツィアの女子校で、生徒のほとんどは孤児でした。音楽の訓練は若い女性向けの社交スキルとしてだけでなく、結婚がうまくいかなかった場合のためのキャリアをも意図したものでした。ビバルディが生きた時代においても、彼の音楽はあらゆる人々に向けたものであり、裕福な貴族のためだけではなかったのです。300年経った今もビバルディの音楽は馬の駆け足のように響いています。もっと学びませんか？これらのビデオを見て新たに挑戦してください。チャンネル登録をお願いします。あふれる好奇心を持って。